んにちは、ビデオスケッチです。今回はリハンサー様からプラグインをご提供いただいたので、ご紹介してみたいと思います。はじめに見てもらった動画は全編リハンサー様のプラグインを使って作成しています。ニコン Z30 で撮影した動画とも相性がいいプラグインだと思います。リハンサーはフィルムライクやシネマティックな雰囲気の動画を簡単に作ることができるプラグインです。ダヴィンチリゾルブや Adobe Premiere、Final Cut で使用することができます。私は編集にAdobe Premiere を使っているので、今回はプレミア版をご紹介したいと思います。リハンサーは写真用のプラグインも用意されています。Adobe Photoshop や Lightroom、ダヴィンチリゾルブ版もあります。今回は Photoshop 版をご紹介したいと思います。さらに、iPhone アプリも用意されているので、フィルムライクな写真を SNS に投稿したい場合にもとってもおすすめです。はい、まずリハンサーのソフトのダウンロードから始めたいと思います。リハンサーのウェブサイトに行くとこのようなトップページが表示されます。その後でビデオを押していただいて、もう一回押しますね。押しますと、ダウンロードして無料トライアル版を入手というのと、下の方に、ダヴィンチリゾルブ、アフターエフェクトプレミア、ファイナルカットプロというのが表示されますので、今回の場合はプレミアを使って作業をしていきますので、プレミアを選択します。そうすると下の方に1生版、1年版、6ヶ月版、3ヶ月版というふうに価格が表示されますので、どれを使いたいかを選んで買うを、押します。1生版が選択されています。その下の方に行くとプロモーションコードを入れる部分があるので、こちらに私のプロモーションコードを入れていただくと 10% オフで購入が、できますので、ぜひご利用ください。プロモーションコードを入力します。ビデオスケッチがプロモーションコードです。適用するを押すと 10% オフになりますが、ここに表示される金額は 10% オフになっておりません。実際は 10% オフになっているんですけれども、表示される金額がちょっと違っているので、さらにどんどん、進めていきます。支払いの選択の画面まで来ると、このように 404.10 ドルというふうに 10% オフになっておりますので、ここから進んでご購入ください。もし、日本語版の表示で10% オフになってないのでちょっと気になるなという方は、英語版の表示にしてもらって、プロモーションコードを入れても購入できますので、ここにプロモーションコード、ビデオスケッチを入れていただいて、そうするとこのように 404.10 というちゃんと 10% オフの表示になっておりますので、この方法で購入されてもいいかなと思います。次は、無料トライアル版の、ダウンロードの仕方です。はい、またリハンサーのウェブサイトに行ってビデオの部分を押していただくと、ダウンロードして無料トライアル版を入手というボタンがありますので、これを押していただきます。ホストアプリケーションを選ぶところがありますね。今回の場合はプレミアを使用するので、これですね。アフターエフェクト、プレミアというのを選択して、次 OS は私の場合は Mac を使用しているので、Mac を選びます。製品は、プロの方を使用するのでプロを選びます。で、無料トライアル版を入手というボタンを押すとこのような表示が出てきますので、無料の使用版ライセンスを取得するを押してください。今でしたら2週間無料で、使うことができますので、かなりいろいろな機能を試せると思いますので、ぜひ使ってみてください。Adobe Premiere 版のリハンサーの使い方をご紹介したいと思います。作例でも使った動画ですね。これに対して、リハンサーを、
かけていきたいと思います。リハンサーをインストールすると、エフェクトの中に表示されます。エフェクトの、ビデオエフェクトの中のフィルムエミュレーションっていうのが出ますので、さらにその中のリハンサープロバージョン 2.1 っていうのを、選択します。これを、動画にドラッグ&ドロップでかけるとこのように、色が変わりますね。もうすでに青みがかったいい色になってるんですけれども、これをさらに、微調整してお好みの状態にします。ここのエフェクトコントロールに、リハンサープロバージョン 2.1 というのが表示されますんで、この各項目をいじると、もっといろんな設定にすることができます。インプットですね。まず、ここは初期設定だと REC709 という風になってまして、ここを、チョイスカメラっていうのを選んで、そうするとその下にカメラっていうのが表示されるので、ここで自分の使っているカメラを選びます。結構いろんな種類があって、キヤノン、DJI、富士フィルムなどなど、ソニーもたくさんあります。ですが、なぜかニコンはないので、ブラックマジックデザインなんかアップルもあるのに、ニコンがなぜかないので、困ってしまうんですけども、でニコン Z30 がないので、とりあえず、ここはですね、ニコン Z30 で使う場合は初期設定の REC709 を使っていきたいと思います。はい、次、そうですね、その前に、でそこは設定しました。間違えた。インプットは設定しました。あとはフィルムですね。フィルムは何を使うか、どんなフィルムをエミュレーションするかっていうところですね。これはいろいろあるんですけども、ちょっとよくわからないので、一番有名なところでこのコダックのビジョン3の 250D っていうのを使ってみたいと思います。これを選びます。次ですね。次は出力をどんなイメージにするかっていうので、これもいろいろ変えていくと出力の色合いが変わりますね。一応初期設定の感じでいきたいと思います。あとですね、例えば、フィルムグレインっていうのはノイズを足したいときに使います。これももうプリセットのものがあるんで、それでピッとやってノイズを入れてしまってもいいですけど、さらにカスタムでノイズの量を調整することができます。どうですかね、わかりますかね。これがノイズの大きさなんですけれどもね、こんな感じでノイズの大きさを変えて、ノイズの量を変えて、量を変えると結構わかりますね。ノイズが小さい、ノイズが大きい、ノイズの量が多い、ノイズの量が少ないのように変えていきますね。これはちょっとほどほどにしたいと思いますけど、はい。他にもいろんな設定があるので、いじっていただくと面白いかと思います。はい、次、ハレーション。これがまた私が一番面白いと思っているところなんですけども、ここもプリセットがあるので、選んでいただくと簡単にできるんですけども、35mm、スーパー35っていうのを選んで、これエネブレットを押すと、ハイライトのところに赤い色が入ります。はい、効果なし、効果あり、効果なし、効果あり。
こんな風になんか昔のフィルムっぽい雰囲気に一気になるので、これつけとくといいかもしれませんね。であと、ブルームっていうのはブラックミストフィルターのような効果が出ますね。光ってる部分がちょっとふわっとするんで、どうですかね、ちょっとふわっとしましたね。で昼間の光景だと分かりづらいかもしれないですけど、これもプリセットがあるんで 8mm なんかにするともうかなりふわっとした感じになって、ポートレートなんか撮った時にいいかもしれないですね。はい、8mm、じゃあ 8mm にしておきましょうか。あと他フィルムダメージとかダメージどんな具合になるとかですね。あとはどうでしょうかね。いろんな項目があるんで、実際いじっていただくと分かるかと思うんですけれども、私はこのハレーションですね。やっぱりハレーションを使っていくのが好きです。あとは細かい設定はもうディハンサーをかけた後にルミティリでこうさらに調整してもらってもいいと思うんですね。ダブルでかけるような感じ、そういうこともできる、いいかと思います。サイドハイライトか、サイドを上げたりして、どうですかね。ちょっと再生、いいですね。だいぶなんかフィルムっぽい感じになりました。これをディハンサーを外すとこんな感じ。ディハンサーオンにするとこんな感じ。もうあれですね、ディハンサーを使うと普通の動画が一気にエモい感じになります。それであとはこれで書き出していただければいいと思います。であとそうですね、調整レイヤーに対してもディハンサーをかけることができるので、今動画に直接ディハンサーを使ったんですけども、調整レイヤーにすると、まとめていくつかの動画に同じ設定をかけることができるので便利かもしれませんね。はい、いかがでしたでしょうか。私はハレーションの機能が一番気に入りました。ハレーションをかけるだけで一気にフィルム感が強くなるのでおすすめです。ニコン Z30 で使用することを前提に考えてみます。まず、ニコン Z30 は APS-C なのでフルサイズに比べると解像感が低いと思います。少しふわっとした映像になると思います。ログ撮影もできないので、モブの動画に対してディハンサーを使用することになります。その辺でディハンサーの力を十分に発揮できるか心配でしたが、結果的には解像度が低いせいで逆にフィルムの粗い感じが強くなって、いい感じに仕上がったと思います。今回ディハンサー様に 10% オフのクーポンコードを発行していただきました。概要欄に書きましたので、興味を持たれた方は、ぜひご購入の際にクーポンコードをご入力いただくと 10% オフになります。ぜひご利用ください。次は Photoshop 版の使い方をご紹介します。はい、ディハンサーの、写真用ソフトのダウンロードの仕方をご紹介します。ディハンサーの、ウェブサイトに行ったら写真の部分をクリックしていただいて、そうすると、Photoshop とか Lightroom クラシックなどのと、あと DaVinci Resolve の表示がありますので、今回は Photoshop に入れたいと思いますので、こちらを押していただいて、そうするとまた、左下の方に1生版、1年版、6ヶ月版、3ヶ月版というふうに表示されますので、使いたいバージョンを選んでカーブを押していただきます。
はい、このように表示されます。こちらからご購入ください。はい、Photoshop 版の無料トライアル版のダウンロードの仕方です。まずリハンサーのウェブサイトに行って写真を押していただいて、ここにありますね、ダウンロードして無料トライアル版を入手というボタンを押していただきます。ホストアプリケーションは、Photoshop、Lightroom Classic などを選びます。OS は私の場合は Mac なので Mac、製品はこれですね、一つしかないですけど、これを選んでいただきます。で、無料トライアル版を入手すると、でまた無料の使用版ライセンスを取得するを押していただきます。今でしたら2週間無料トライアルができますので、ぜひお試しください。はい、次はPhotoshop のリハンサーの使い方のご紹介です。はい、Photoshop で、白壁土蔵群の画像を開きました。リハンサーはインストールするとフィルターのリハンサーのリハンサーフィルムというところに入ってますので起動します。はい、そうするともう、前使ったフィルターがかかってますけどね。はい、プリセットというのを選択してオリジナルを押すと今の、状態が出てきますね。これに対してこうフィルターをいろんなフィルターをかけていって、どれがいいかな。これなんかかなりレトロ調に変わりますね。どんな感じかなっていうふうに見ていきますね。こうワンタッチでこうどんどん変えられるんで、これもいい感じだな。これ鮮やかですね、空が。コダックなどとか、なんかすごいですね。こんな感じでどんどん変えていきます。はい。で、このどうでしょうかな。変えたものに対してさらに細かい調整が右のこの、スライダーでできますね。はい、いろいろプレミアと同じような感じでかなりいろいろな項目がありますんで、設定してみてもいいかと思います。私やっぱりPhotoshop の方にもハレーションの設定とかがありまして、こう上げていくとこの辺上げていくとかなりハレーションが強く変わりますね。でブラックミストフィルターの代わりのブルームもありますので、この辺もいじることができます。いい感じだなと思ったら OK を押して適用して、いただけると光り輝く白壁土蔵群というふうになりましたね。いかがでしたでしょうか。Photoshop 版もプリセットから選ぶだけでフィルターをかけることができて簡単便利でおすすめです。今回はリハンサーのプラグインをご紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。それではさようなら。